今回は個人的に気になっていたプロボックスを紹介します。プロボックスといえば納期とクレームのツインターボと言われたり、風越車線を爆走しているイメージがありますよね。一体どんな車なんだろうって前々から気になっていたので、好奇心で自腹レンタルしてみました。日本中で乗られていることもあって、所有者としてはもちろん通勤用や車中泊にも便利な素晴らしい車でしたよ。まずプロボックスは今年11月にマイナーチェンジがありました。大きな変更点ざっくり4つ。安全機能が乗用車レベルまで引き上げられました。クルーズコントロールがつきました。メーターパネルに液晶ディスプレイが追加されました。安全装置や運転支援が強化された分、全グレード約20万の値上げとなりました。値段ですが150万円で買えた 1.3 リッターモデルが廃止されたことで、新型最安は192万円になりました。今回私が紹介するのはリッター24キロとかいう狂気的な燃費を誇るハイブリッドモデルの中間グレードです。実車は前型のモデルになりますので、新型での変更点についても触れながら紹介していきますね。まずはプロボックスに乗って一番感動した徹底的に考え抜かれた内装について紹介していきます。プロボックスのインテリアのコンセプトは4畳半。必要なものにすぐ手が届く工夫がされています。まずドリンクホルダー。一般的な形ですが、カップ面がすっぽり収まります。標準でスマホホルダーもついていて、かっちり固定できます。電源の位置は考えられていて、スマホホルダー下部には穴が開いているので、コードが絡むことなくスマホを充電できます。そしてホルダー裏に小物入れがあります。ハイチュウやおにぎりも入ります。もちろん収納は最大まで引き出しても、レバーに干渉することはありません。そして中央のドリンクホルダーは二重蓋になっていて、ペットボトルはもちろん紙パックの飲み物まで置けます。これは天才的です。コンビニの袋をゴミ袋にすることも多いと思うんですけど、フックの場所がよく考えられていて、シフトノブに干渉しません。これも天才。グローブボックスは運転席から手が届きますし、開かずに中身を確認できる作りになっています。これも天才的だ。ドアポケットはまさに無駄を省いていて、内割りを取っ払って収納が広がっています。その分スペースは大きく確保されていますよ。そして格納式テーブルも素晴らしいです。実際のオーナー目線でルーティーン取りながら昼休憩してきますね。腹ごしらえも済んだのでレビューに戻ります。これは感動したんですけど、シートがほぼフラットになるので休憩の時めっちゃ助かります。リクライニングした時の腰部分や背もたれの出っ張り具合も絶妙でめっちゃ快適でした。そしてサイドブレーキが足で踏むタイプなので、この部分が広くてカバンを雑に置けます。ハイブリッド車ですが、エンジンは鍵でかけるタイプです。回してもエンジン始動音が鳴らないのでちょっと違和感があります。メーターはめっちゃシンプルで無駄がありません。エアコンの吹き出し口は高い位置にあって、風が顔面に直撃するようになっています。これなら灼熱時刻の営業後も汗を一瞬で吹き飛ばせますね。運転席のシートは柔らかくて長時間の運転でも疲れません。そして360度見晴らしのいいデザインは運転のしやすさにも貢献してくれていますね。マイナーチェンジ後の変更点は2つ。新型にはこんな感じの液晶ディスプレイが追加されます。そして旧型はハンドルもシンプルですが、新型ではクルコンやハンズフリーのボタンが追加されます。他に内装の大きな変更点はありません。ざっくり見ただけでも快適に過ごす工夫がたくさん見つかりました。この考え抜かれたデザインが日本の営業戦士たちを支えているんですね。続いて後部座席です。この辺はマイナーチェンジ後も特に変更なく共通です。私が今回借りたのはオプションでヘッドレストが装備されたモデルですが、上級グレード以外はこんな感じでヘッドレストなしのベンチシートになります。シート硬いんだろうなって思ってたんですけど、思ったより柔らかくて普通の乗用車です。私の短い足基準ですが、膝元も余裕があって後部座席にも人権はあります。シートは座面がかなり柔らかめで、背もたれが少し硬めです。座り心地はいい感じです。そして最高なのは後部座席のみ窓の開閉は手動です。これ車中泊の時めっちゃ便利なんですよね。そして簡単に後部座席を取り外してフルフラットにできます。このギミックは全車に標準搭載してほしいぐらい画期的なんですけど、10秒で後部座席倒してフルフラットの空間が作れるんですよ。広さも十分あって、あっという間に長さ約180センチ、幅約120センチの空間が出来上がります。こんな
どうしてもこういう車を見ると車中泊視点で物事を考えてしまうんですけど、これは車中泊マットやテーブルなどを置いてパソコンで作業する小さな部屋にはなりそうですよ。車用車として使う場合は厳しいかもしれませんが、泊まりがけの仕事がある方や仕事終わり家に帰らず一泊するとか使い勝手最高じゃないですか。個人的な意見なんですけど、こんな感じでプロボックスが止まっていても車中泊感がないですよね。街中に溶け込むステルス性のようなスキルも兼ね備えていますと、車中泊目線での紹介になってしまいましたが、もちろん積載車としての優秀で素晴らしい車なんですよ。荷室の床は汚れても問題ない丈夫な素材なので、荷物雑に突っ込めて便利ですね。右側の収納にはジャッキがあって、左側にはハイブリッド用のバッテリーがありました。続いて外観を紹介していきます。外観はマイナーチェンジ後も同じなので、このまま紹介していきます。まずサイズですが、全長 4245mm、全幅 1690mm、全高 1525mm です。これは都心の立体駐車場にもすっぽり収まるサイズで設計されているそうです。ザ商用車って感じで無駄がなくて素晴らしいです。バンパーが黒い樹脂なので、商業車の見た目にもメリハリがあっていい感じのデザインです。高級グレードを選ぶと黒の樹脂バンパーがボディ同色になってしまうので、メリハリがなくなってしまいます。私はエントリーグレードの黒樹脂のバンパーの方が好みですかね。そして注目ポイントはこれ。アクセントになっている樹脂バンパーですが、実はとても考えられています。ここが一番ぶつける部分なので、ぶつけても簡単に取り替えられるようになってます。確かに上から見てみるとバンパー部分が結構出てますね。運転苦手な方含めいろんな人が運転する車だからこその工夫なんですね。続いて横から。長さは 4245mm です。コンパクトで運転しやすそうなサイズです。サイドの特徴1つ目はいい意味で安っぽいサイドミラーです。これもバンパー同様うずきやすい箇所なので、交換費用を抑えられる無塗装樹脂が使われています。これも高級グレードを買うとミラーがボディ同色になってしまいます。私はやっぱり黒のアクセントが欲しいですかね。ドアハンドルも無塗装樹脂です。これも白ボディによく似合っています。そしてホイールは鉄鎮。ジムニーと同じでむしろ鉄鎮が似合う車です。上位グレードになるとホイールカバーがつくそうです。リアを見ていきます。横幅はコンパクトに収まっています。パッと見リアのガラスがとても大きくて後方視界が良さそうです。シンプルで無駄がないデザインです。プロボックス。細かいところを見ていきますね。ところどころ無塗装樹脂のパーツが使われています。リアバンパーもフロントと同じでぶつけやすい場所が出っ張っていて簡単に交換できるように樹脂パーツになっています。そして撮影していて思ったのは全ての窓が大きく作られていて運転席からの視界はとても良さそうです。透過類です。ロービーム、ハイビームはハロゲン、ウインカーは電球です。リアもすべてハロゲン、プロボックスは全グレードハロゲンです。最後は走行レビューです。これだけドライバーのことを考えて作られた車なんだから運転もしやすいんだろうなって思ってたんですけど、やっぱり最高でした。まず商用車なのに走行中の車内は静かですし、乗り心地がとても良かったです。 1.5 リッターですがハイブリッドなのでアクセルの瞬発力があって加速もスムーズ、必要十分でストレスは全く感じませんでしたよ。青信号と同時に少しだけ踏み込んでみますね。これは爆走プロボックスが現れるのも納得です。見切りが良くて車体のサイズもつかみやすいので狭い道も不安を感じずに走れそうです。そして最小回転半径 4.9 メートルです。私が乗っている軽ジムニーが 4.8 メートルなので車体サイズから考えるとかなり小回りが利きます。これは狭い道での切り返しや住宅街の運転とかで助かりますよね。十分な加速、リッター24とかいう化け物じみた燃費、取り回しの良さ、どれをとっても100点の素晴らしい車でした。運転しやすいです。ということで今回はずっと気になっていたプロボックスに乗ってみましたが、特に火の打ちどころがない素晴らしい車でした。私は仕事終わり疲れすぎて職場から帰る気力がない日もしょっちゅうあったので、寝泊まりできる通勤車としての使い方ができればいいなって思いました。もちろん自営業の方やグレードによってはファミリーカーとしても使えそうですよね。余談ですが、プロボックスはそのシンプルさと信頼性ゆえにトヨタの整備教材車としても使われているそうです。そんな車に190万円から乗れるのは素晴らしいですね。
車に豪華さや見栄えを求めない私には最高の1台でした。今回のレビュー動画は車が素晴らしすぎてベタ褒め会になってしまいました。むしろプロボックスの欠点があればコメントで教えてほしいぐらいです。それぐらい素晴らしい車でした。また気になる車があれば実際に乗って試していきますね。じゃあまたねー。